生き物に恋し、生き物を愛し、生き物に愛されたい、そんな生き物系番組、飼育員のチャミーです。皆さん、こんにちは。本日はですね、休日のルーティーン、生き物たちのお世話はどのようにしているのか、といった動画をお届けしたいと思います。熱帯魚であったり、爬虫類であったり、昆虫、寄虫、などなど様々な生物をお世話していきたいと思うので、なので本日の動画は少々長尺動画になりますので、皆さんお時間のある限り見ていってくれたら幸いです。では早速やるとしますか。AM6 時17分作業開始。まずは作業効率を良くするために定期的な水替え作業は切っても切れない作業なので、この1800水槽の水をポンプを用いて水抜きをしてもやはり時間がかかってしまうので、水を抜いている時間を有効活用すべく、水を抜いている間他の生物たちのお世話をしていきたいと思う。ちなみにですが、水抜きに使用するポンプはこのリオ3100を使用します。この水槽の蓋を少々開けてリオを投入。あとはスイッチオンで水を抜いていきます。この子はすっぽんもどきくんですね。この子はサルバトルモニターで体色が真っ黒になるコマイニーブラックドラゴンのドラミさんになります。で、このプール兼水飲み場なんですけれども、1日2日でこのありさまです。ドラミさんおはよう。ドラミさん、住処が気に入っているようなのでケージの外に顔は出すんですけれども、逃げないんですよね。で、日に日に成長していっているので、プールの大きさも徐々に大きくしていってあげてます。よっこらセット。で、水の入れ替えは終わったので、ドラミさんのお部屋のお手入れは今日はここまでになります。あとは1ヶ月に一度ペースぐらいで、この人工芝の隙間から落ちたこの子の脱皮したカスなどをこの人工芝をめくって掃除機で吸い込んでます。では続いて次の生物のお世話に参りたいと思います。ドラミさんまたね。続いてお世話する子ですが、日に日に手がつけられないほど凶暴になってきているあの生き物、森林の支配者とも言われている、そうアナコンダであります。アナコンダとは言っても黄色アナコンダといってアナコンダよりかはサイズは小さい種類であります。見てください、もうすでに僕のことを襲おうと威嚇をし始めてますよ。このケージには2匹のアナコンダを飼育しているので、見ての通りプール兼水飲み場はですね、よく食べよく出してくれちゃったりするので、プールの水を新しい水に変えても 2,3 日でこのありさまになっちゃうんですよね。はい、新しい水をプールに入れてきたよ。プールを設置するにも油断ができないんですよね。好きあらばすぐこれです。この子はメスなんですよね。これなんですよ。てな感じでこの子たちはバンバン飛んでくるので川手は必須であります。で、この子たちはすくすく元気よく異様なまでの成長速度で日々大きくなっており、成長が楽しみであります。プールに新しい水を入れ替え、噛まれながらも床材を少々きれいにして、アナコンダたちのお部屋のお手入れはこれにて終了であります。続いてお世話する生物はこちら、大型種であるカエル、アフリカウシガエルです。少し前まで大きめなケージで飼っていたんですけれども、なかなか動かないので、住んでいるお部屋を以前より小さめのケージに変えて飼育部屋を仕様変更いたしました。こうやっておとなしそうに見えますが、目の前に獲物が来るとすごい瞬発力でパクッと食っちゃいますね。アフリカウシガエルを飼うにあたって注意すべき点なんですけれども、顔の目の前に手をやったりしてしまうと餌と間違えてパクリと指をやられてしまいます。で、彼らの歯って結構鋭くて、噛まれた指から見てはいけない液体が流れ出てしまう可能性があるので、決して彼らの顔の前に指などを持っていかないようにした方がよろしいかと思います。でっぷりして可愛いですよね。お、今どすこいしましたね。で、アフリカウシガエルのお部屋のお手入れは水を変えて床材をさっと水で洗って
この子の主食であるマダガスカルオオゴキブリを餌として補充してお部屋のお手入れは完了になります。何せこの子はよく食べますよ。アフリカウシガエルは人間の手で触っても火傷をしてしまうらしいので、僕の手は今冷水で冷やしてささーっとこの住居に移してあげたいと思う。いいお尻してますよね。では次の生物のお世話をしていきたいと思います。続いてお世話する生き物は黒オランダ、そしてタンチョウ、あと色のついた和金ですね。この子たちのお部屋のお手入れは1週間から2週間の間に1回水替えをしております。スイッチオンで排水開始。水抜きに使用するのはこちらのリオ3100を使用します。だいたい1回の水替えで我が家では半分ぐらい水を抜いています。あと残りの工程はというと、この砂利に溜まった汚れをですね、この手動式のポンプを用いて溜まった汚れを取っていきます。砂利に溜まっていた汚れたちはこの排水口に直行です。水も抜け、砂利に溜まった汚れも取れたので、こちらの蛇口をオン。一応この位置で25度前後のお水が出ます。そしてマーフィードのカルキーフィルターを通ってこちらに流れ込みます。はい、これで水替え作業完了であります。水もきれいになり、金魚たちも気持ちよさそうに泳いでくれております。そして水替えが終わった日一日は餌を与えないようにしております。続いてお世話する生物はどの子にしましょうかね。と、次の生物のお世話に入る前に1800水槽の水が抜けたので、他の生物たちのお世話の時間の有効活用のために1800の水槽に水を注入していきたいと思う。給水開始。続いてお世話する生物は、はい、こちら森林の宝石とも言われているマレーキャンサースコーピオンです。この怪しく光沢ある真っ黒なツヤツヤなボデー、そのボデーが宝石のように輝くことから森林の宝石と言われているとかいないとか、そんなマレーキャンサースコーピオンのお部屋のお世話をしていきたいと思います。で、今映っている小さなサソリちゃんが先日生まれたマレーキャンサースコーピオンの赤ちゃんですね。赤ちゃんは20匹前後生まれ、すくすくみんな育っていますよ。初めのうちは親サソリが赤ちゃんサソリを食べちゃうんじゃないかなと心配になったんですが、1匹たりとも減ることなく仲良くこのケージで暮らしております。だいたいこういった木くずの下とか水入れの下に赤ちゃんサソリは潜っていることが多いですね。ほら、いました、赤ちゃんサソリが。元気いっぱいに赤ちゃんサソリは成長をしていますよ、日々。で、マレーキャンサースコーピオンのお部屋のお手入れは、この子たちは湿地帯が特に好きなので、水をふんだんに床材に降り注いであげて、そしてこの水飲み場にもしっかりと水を入れてあげます。何せマレーキャンサースコーピオン、サソリは水を飲むのが大好きなので、水を切らさないように水飲み場には常に水を張っておきます。餌も先週与えたゴキブリたちがまだいるので、餌の追加は本日はやめておきます。では次にお世話する生物の元へ参りましょう。続いてこちらのお部屋に住んでいる主は、先日ですね、ボールパイソンブラックヘッド、そしてボールパイソンドリームシルクとの間に生まれた赤ちゃんになります。この子は生まれて間もなくしてから僕に向かってビュンビュン飛びかかって噛みつこうとしてきます。それだけ元気が良いという証でしょう。そして食欲も旺盛で一安心であります。体色や模様はこのような感じになります。この子はよく食べ、出すものもしっかり出してくれるので、1週間でお部屋のシーツは汚してくれちゃうんですよね。健康的で何よりで、お部屋の床に敷くシーツではありますが、一家に1ロールはあるかと思われるキッチンペーパーをこの子のお部屋には敷いてあげております。はい、これでシーツは引き終わりました。あとはこの水入れに
飲み水の水を入れて、この子のお部屋のお手入れは終わりになります。皆様、この子がすくすくと成長していくことを温かく見守ってやってください。あ、肝心な餌をあげるのを忘れてました。この子はピンセットから餌を食べてくれず、こうやって置きっぱなしにしとくと勝手に僕の見ていないところで餌を食べてくれるんですよね。では餌もあげたことなので、しっかりと逃げないように蓋をして、本日のこの子のお世話は終了になります。続いての生き物は、はい、こちら。いろんな生き物のお世話をしていたら、ワンちゃんたちがお腹をどうやら空かしたみたいなので、ワンちゃんたちにご飯を与えていきたいと思います。で、この子が甲斐犬ミックス犬のリリーちゃんですね。そしてこの子がピットブルのレイちゃんです。2匹とも女の子になります。お座り、待て、よし。次はレイちゃんにあげようと思います。レイちゃんに与えている餌の1回の量は約 500g 与えております。まだ待つんだ。よし。どうですか、お腹はいっぱいになりましたか。レイちゃんとリリーちゃんでした。さて、なんやかんやしていましたら、ピラルクすっぽんもどきが住んでいる1800水槽の水が溜まってきましたので、給水を停止したいと思います。で、要注意点なんですけれども、水槽に水を注水中に他の生き物たちのお世話をする場合はですね、水槽の注水状況をまめに把握しとかないと、あ、注水のことをすっかり忘れてたと言って忘れた日には、水槽上部から水がフローして、フローリングはまさに飼育水の海になってしまうでしょう。そうなってしまったらもう大変で、それはもう大変なんですよね。そうならないためにも注水作業は頭の片隅、いや頭に入れて行いましょう。では次の生物の元へ参りますか。続いてお世話する生物はこちら、メキシカンブラックキングスネークです。通称メキブラってやつですね。この子は結構すばしっこくて脱走のプロなんですよね。お部屋のお掃除をしようとして蓋を開けた隙にこうやってすぐ出ちゃうんですよ。なのでお部屋のお手入れ中はほんと目が離せないヘビさんなんですよね。さあご飯ですよ。ほれ、しっかり加えてくれましたね。今日のところはお部屋もそんな汚れてないし、お水も入っているので、メキブラちゃんのお部屋のお手入れはこれにて終了。続いてお世話する生物はこちら、アルビノの遺伝子を持つアオダイショウです。この子にまず餌を与えます。はい。この子はベビーの頃我が家に来て、その頃は全く餌も食ってくれなかったんですよね。で、時が流れていくにつれ慣れてきたのかわかんないですけれども、バクバク餌を食べてくれるようになりました。で、この子はメスであり、2024年の夏ですね、栃木県は那須高原の森林にてアオダイショウワイルド個体を捕獲いたしました。この子は非常におとなしいんですが、たまーにビュンビュン飛んでくる時があります。そういう時は機嫌が悪いんですかね。で、この子はオスになります。この子はもう繁殖できるほどのサイズなので、先ほど出てきたアルビノ遺伝子を持つアオダイショウ、この子ですね。で、この子が繁殖可能なサイズになったら、この子と掛け合わせたいと思います。ひょっとしたらアルビノ個体のアオダイショウが生まれてくるかもしれません。で、掛け合わせという話の流れからですね、現在この子たちボールパイソン、ブラックヘッドラベンダー、そしてボールパイソン、スーパーレッサー、ドリームシルク、ブルーアイ粒子のヘビさんを
ただいま掛け合わせ中になります。この子たちの赤ちゃん、そして青大将の赤ちゃんが生まれた際にはまた動画にして皆様にお伝えしたいと思います。青大将たちのお部屋のお手入れ、そしてこの子ボールパイソンたちのお部屋のお手入れは無事に終わりましたので、次の生物のお世話へ参りたいと思います。続いてお世話する生物はこちら、ノコギリクワガタですね。この子は近所のとあるスーパーで買い物をしたらカブトムシ、クワガタムシのキャンペーンをやっていて、そのスーパーで買い物をしたらワンペアプレゼントという企画をやってたらしく、ワンペア、いや2ペアプレゼントをしてくれました。プレゼントされた昆虫ゆえども大切な命なので大切に飼っております。先日交尾してる姿も見えたので、無事に幼虫として誕生してくれることを楽しみであります。ちなみにお世話は水やりと餌やりで終了。続いてのお世話は、はい、こちら、猫くんたちですね。他の生き物たちのお世話をしていたら、どうやら他の部屋からですね、ニャー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 聞こえてたので、お腹が空いたのでしょうかね。今映ってる白い猫くんがダリル。この黒猫ちゃんがダディ。茶色い子がマロンですね。早く餌くれだってさ。お待たせ。今あげますからね。ちゃんと一匹ずつあげるから、そんな取り合わない。はい、どうぞ。美味しいですか、ご飯は。本当ワンちゃんもそうですけど、猫ちゃんたちも美味しそうに食べるんですよね。あまりにも美味しそうに食べるもんだから、特に猫ちゃん用の缶詰なんていい匂いがするじゃないですか。なので以前僕は気になってその味が気になって仕方がなかったので、少しつまみ食いさせてもらったんですよね。そしたらこれがまたなんと匂いは申し分ないほどいい匂いなのに対し、味は全くしませんでした。皆さん決して真似はしないようにしてください。そんなどうでもよい話はさておいて、ダディ、マロン、ダリルがご飯を食べている隙にですね、おトイレをきれいにしたいと思う。はい、おトイレ清掃完了。ついでに掃除機と新しい飲み水に入れ替えておいたからね。これにて猫ちゃんのお部屋のお手入れは終了です。続いてお世話する生物はこちら。野外で飼育しているイシガメ、八重山イシガメ、クサガメ、そしてミドリガメを飼育しております。まずは餌をあげてと。10月にもかかわらずまだ暑い日が続いているので、カメさんたちもバクバク餌を食べてくれますね。11月入って気温がぐーんと下がってきそうだったら、この子たちの冬眠の準備もしなければならないので、餌を抜くタイミング時期も難しいですよね。で、この後カメさんたちが完食したら水替えをする予定だったんですが、外は相当雨が降ってきちゃったので、雨が止み次第水替えを行おうと思います。てなことで次の生物の元へ参りたいと思います。ちなみにこちらはカメさんたちの産卵用の砂場を改造中であります。続いてのお世話はですね、野外で飼っている金魚になります。この水槽の裏手がですね、すごい雑草がもう群生しちゃってて、ちょいちょいこの水槽に雑草の残骸が入っちゃうんですよね。なので定期的にこの水槽に入り込んだ雑草たちを取り除いてあげております。あとは餌をあげてと、美味しそうに食べてくれてますよ。この水槽なんですけれども、雨が定期的に降っている時は基本的には水替えはいたしておりません。雨が全く降らない期間が続いた場合は水替えをしております。その際に砂利に溜まった汚れなども取り除いております。こんな感じで金魚のお世話は終わりになります。あと野外で飼育しているメダカの水槽なんですけれども、この夏でですね、こんだけ雑草が群生しちゃってまして、メダカの水槽はなんと埋もれちゃってるんですよね。でも一部だけ雑草を取り除いて
ちゃんと日が当たるようにはしております。そうしないとやはり水草から酸素が供給されないこともあるので、雑草が覆いかぶさる前の状況はこんな感じでした。このように完全放置水槽にてメダカがもう 3,4 年も暮らしてるんですよね。自然のサイクルを完全利用した水槽になります。そのサイクルの細かい説明は今回ははしょりたいと思います。では続いての生物の元へ行くとしますか。今スマトラブラッドパイソンは今こんなですね。うんこしやがったよ。うんこしちゃいました。もう触るとすごい糞尿も撒き散らしちゃうんですよね。今のがスマトラブラッドパイソンです。糞まみれですわ。ということでスマトラブラッドパイソンのお部屋をお掃除していきたいと思います。床材をペットシーツではなくこのハスクチップで飼育しているので、まめに掃除をしてあげないと小バエが湧いたり、最悪の場合ダニが湧いてしまうので、スマトラブラッドパイソンの水飲み場兼水遊び場兼おトイレのプールの水替え完了。先ほどあんなに僕に糞尿をかけまくってくれたのに、自分のお部屋に入った途端リラックスしちゃってますよね。暴れん坊ゆえでも可愛い子ちゃんなんです。このスマトラブラッドパイソンよりもっと凶暴なヘビちゃんがいるんですよね。その子がこちら、マラヤンブラッドパイソン。この子は先ほどのスマトラブラッドパイソンも、凶暴ではあるんですが、このマラヤンブラッドパイソンはなかなかですよ。何せお触りの隙さえも与えてくれないんですよね。で、ハンドリングした日にはですね、糞尿はもちろん交尾器を出して興奮状態に陥ってしまうんですよ。それはそれで本当可愛いんですよね。彼ら本来の性格と真正面で向き合える、それも飼育していく上での一つの喜びなのかもしれません。相手がデレデレも良いと思うし、ツンデレもなおよし、ツンツンなんてもう最高なんて思っている今日この頃であります。そんなわけのわからないことはさておき、スマトラブラッドパイソンとマラヤンブラッドパイソンのお部屋のお手入れは終了になります。では、今からこの子たちに餌を与えていきたいと思います。では、餌投入します。投入完了しました。では4メートル水槽のお手入れをざっくりしていきたいと思います。この物理ろ過のフィルターは1週間で見ての通り真っ黒に汚れちゃうんですよね。1週間過ぎこのフィルターを、10日ぐらいまで放置しておくと完全に汚れでこのフィルターが目詰まりしてしまい、水がフィルターを通過できず大惨事になります。なので物理ろ過槽にも保険としてオーバーフロー管を設置しております。だいぶ目詰まりしちゃって水の逃げ道がもうなくなってきているのでフィルターを変えたいと思います。こちらのフィルターを1週間に1度交換しております。はい、交換完了。4メートル水槽の水替えは至って簡単であります。この水道の蛇口を開放するだけで水替えは完了になります。ちょうどこの位置で25度前後のお水が出ます。このマーフィードのカルキ抜きフィルターを通って水槽上部に設置したこのホースを伝い、新鮮な新しい水が運び込まれていきます。
そしてここから新しい水が注がれていくわけです。こんな感じで新しい水が注がれてますよね。で、新しい水を注ぎっぱなしにしてしまうと水槽の水が溢れ返ってしまうのを防止するために、ろ過槽に穴を開けてこちらのフロー管を設けさせてもらい、ここのパイプを伝っていきですね、そしてこちらの排水溝へと流れる仕組みになります。で、このシステムを採用したことによって水替え作業が蛇口を開放するだけで可能になりました。本当、このシステムを作る前の水替え作業なんて最低でも3時間はかかっちゃってたんですよね。ということで4メートル水槽のお手入れはこれにて終了になります。続いてのお世話はですね、ピラニアナッテリー、そして右側がブラックピラニアの水槽のお手入れに参りたいと思います。もちろんこの水槽の水を抜くために使用するのはリオ3100であります。リオ3100を使うとあっという間に水が抜けてくれます。ピラニアってよく餌を食べ、よく出すものも出してくれるので水をすごく汚してくれるんですよね。なので我が家では3分の2の水を抜いております。では放水開始。はい、これでピラニア水槽の水替え完了であります。続いてお届けする生物の映像は、食事中の方や集合体が苦手な方、気分を害してしまう恐れがあるので、ご使用の方はといった映像を皆さんにお届けしようかと思ったのですが、悩みに悩み、今回はこの生物の映像ははしょりたいと思います。続いての生物はこちら。今映っているのは赤ちゃんになります。たくさん元気よく生まれてくれてありがとう。肝心な生き物の名前ですが、アメリカからやってきたアメリカザリガニ。この赤ちゃんたちは果たして何匹くらいいるんでしょうかね。で、今回のアメリカザリガニのお世話は餌を与えるだけで完了になります。餌投入しました。はい、以上をもちまして生き物のお世話は終了になります。ただまだお世話した生物がいるのですが、動画の時間も時間なのでその他の生物のお世話映像ははしょりたいと思います。皆さん、本日の休日のルーティーンはいかがだったでしょうか。今後もチャンネルではですね、飼っている生き物の動画であったり、生物捕獲探検の動画であったり、川や湖などの現地に行き、本来はあんまりしたくないのですが、外来生物の駆除を兼ねて美味しく調理して命をいただく0円食堂的な動画などなど、生物に関わる動画を配信していきたいと思うので、もし当番組に興味がございましたらチャンネル登録喜びます。本日は長々と最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で皆さんお会いいたしましょう。バイバイ。毎週末お世話は非常に時間がかかるので、無事にお世話も終わったことなので、これからやりたいと思います。